皆さん、こんにちは。Speak Japanese Naturally ポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは、中級者、上級者向けに日本語や日本文化を紹介していきます。料理をしたり、運転をしたり、何かをしながら聞いてください。シャドーイングに使う場合には、音の高低、つまり音の上がり下がりにも注意してシャドーイングしてみてください。英語の字幕が見たい人は YouTube チャンネル Speak Japanese Naturally Podcast で設定から出すことができます。毎週木曜日夜7時更新です。ぜひチャンネル登録して聞いてみてください。さて、おとといは土曜日だったんですが、中学生の息子のサッカーの試合がありました。夫が息子を試合会場に連れて行ってくれたので、私は家で動画の編集をしていました。そしたら午後4時頃、夫から LINE で、息子が怪我して今救急車で何々病院に向かっているという連絡が来ました。LINE っていうのは日本でよく使われているアプリです。メッセージも通話も LINE がよく使われます。そんなメッセージが来て、私はびっくりしました。救急車ってめったに乗るものじゃないですよね。よほど状況が悪くないと乗らないものです。で、うちは車が1台しかないので、私は自転車でその病院に行きました。地下鉄があるような都会の人、東京とか大阪もそうですかね、車を持っていないことも多いと思うんですけど、私が住んでいるような田舎は大抵一人一台車を持っています。会社に車で通勤することがほとんどだからです。でも私は通勤しないので、うちは車は一台なんです。で、息子は診察室の方にいたんで、すぐには会えなくて、これから肘をはめるんで来てくださいって言われるまでに1時間半ぐらい待合室で待ちました。息子の怪我は肘の脱臼でした。脱臼っていうのは、骨が外れることです。肘は関節があるんで、肘のところで手を曲げたり伸ばしたりできますよね。その関節の骨があるべき位置から外れてしまったのが脱臼です。で、息子の肘は脱臼して変な角度に曲がって腫れていました。腫れるっていうのはぶつけたりしたところが膨らんだりすることです。その変な角度って怖いですよね。それで、先生の一人が肘のところをこう押さえて、もう一人の先生が肘から下のところをこう手前にぐーって引っ張って、で、肘をこう回す感じで正しい角度に入れ直したんですよ。いやーもうね、すっごく痛そうでした。引っ張って入れるっていうね、私、脱臼とかしたことないんです。骨折もしたことないんです。だからね、経験がないんですけど、すごく痛そうでした。で、骨を正しい位置にはめ直した後、そこに、添え木って言って、手を固定して動かなくなる木を添えて、で、添える木だから添え木です。で、手と添え木を包帯でぐるぐる巻いて、で、添え木がずれないようにしてくれました。添え木って言っても、本物の木ではなくて、中は針金みたいな金属で、外がふわふわで痛くないようになっている板です。で、その上から三角巾で肘から先を首から吊るすようにしてくれました。三角巾っていうのは三角の布です。
手がだらーんって落ちないように肘を曲げた状態で固定するために使います。で、そんなこんなで息子は5時に病院に着いて8時前に治療が終わってお会計をして家に着いたのが8時過ぎでした。車だともう5分ぐらいのすごい近い病院で本当にありがたかったです。で、いつも病院に行くとお医者さんのありがたみを感じるんですけど、今回は医療制度にもものすごいありがたみを感じました。というのも医療費が無料だったんです。中学生なんで病院に行っても無料っていうのは分かってたんですけど、救急だからもしかしてなんかかかったりするのかなってちょっと思ったりもしてたんで、お会計の時にお金は払う必要はないですよって言われて、ちょっと感動しました。日本では国や自治体から補助が出るんで、小学校卒業までとか、中学校卒業までとか、高校卒業まで子供の医療費が無料という自治体が多いです。ただ、自治体によっていつまで無料っていうのが違います。自治体っていうのは、市町村、つまり市や町や村のことです。で、私が住んでる甲府市の場合、5年ぐらい前に高校卒業まで子供の医療費が無料になりました。つまり、甲府市に住んでいる子供は、高校を卒業するまで病院に行っても、歯医者に行っても無料です。ちなみに大人の場合は、医療費は無料ではなくて3割負担します。これは日本全国一緒です。でも3割なんで内容にもよりますが、それほど高くはなりません。なので安心して病院に行けるんですが、それは健康保険制度のおかげなんです。いつかそれについてもお話ししますね。はい。で、今日は怪我から3日目、月曜日で病院が開いたので、いつも行くクリニックに行って、怪我をしたところをよく見てもらってきました。治るまでに2、3週間くらいかかりそうということでした。それでも、痛み止めも痛い時に、ちょっと飲んでますが、そこまでひどいものではないので、って私が言うのもちょっとあれですけど、皆さん心配しないでくださいね。痛み止めは鎮痛剤とも言いますが、頭や体が痛い時に飲む薬です。すいません、今もしバックグラウンドに風がビュービューしている音が聞こえたら、今日ものすごく風が強いんです。風が静かになるまで待とうと思ってたんですけど、もうね、風が止まないので、もうね、録音しています。ちょっと聞きにくかったら申し訳ないですね。はい。で、ちょっと話に戻ります。日本語では薬を飲むと言います。英語だと薬を取る。で、漢字の取るがね、摂取するの、摂の部分ですね。で、韓国語だと薬を食べるって表現しますよね。中国語も食べるを使いますよね。他の言語ではどうなんでしょうか。ぜひコメントで教えてください。はい。じゃあ前置きが長くなりました。今日のテーマは119または119番ですが、この番号が何なのか皆さんご存知でしょうか。日本に住んでいる方は知っている人が多いかなって思います。これは救急車を呼ぶときの番号です。この数字は119か119と読みます。
119番にかけると消防署につながります。そうすると、火事ですか？救急ですか？と聞かれます。消防署には、消防車と救急車があるんです。消防車が火事、救急車が病気とか怪我ですね。で、救急車だけを呼びたいときは、救急ですと言って、救急車を必要としている人の様子を伝えたり、住所を伝えたりします。相手が質問してくれるので、ただ答えていれば大丈夫です。私は過去に2回救急車を呼んだことがあります。1回目は一番上の子、娘なんですけど、娘が2歳ぐらいの時でした。昼過ぎに娘が痙攣したので、119番に電話をしました。痙攣っていうのは体がこわばりながら体が硬くなってそれで震えるものです。ただ電話をしている間に痙攣が収まって娘が普通の状態になったんで電話の向こうの人に近くのクリニックに行くように言われて、クリニックに連れて行きました。なんですけどクリニックから帰ってきた夜、また痙攣が起きたんです。夜で病院も空いてないし、どうしたらいいかわからなくて、今度は相談窓口みたいのにかけました。救急車を呼んでいいかわからない時にかける番号っていうのがあるんです。で、そこで2回目の痙攣なんですがっていう話をしたら、すぐ救急車を手配してくれました。その時、夫もいなくって、運転中にまた痙攣が起きたら大変だからってことでした。で、救急車はすぐ来てくれたんですが、救急車の中で受け入れ先の病院を探すのに少し時間がかかりました。で、受け入れてくれる病院が見つかって、そこに行ったんですが、そこは今でも、なんてひどい病院だったんだって思うところでした。その病院で診察を待っている間に、3回目の痙攣が起きて、看護師さんを呼んだ時、その人に、本当に痙攣したんですかって言われたんですよ。なぜならば、その看護師さんが来た時には、痙攣が収まって、普通の状態になっていたからです。で、その後先生に見てもらって、帰っていいですよって言われて、車まで夫が抱っこしていく途中で、また4回目の痙攣が起きました。そしたら先生が、すぐ小児科のある大きい病院に行ける手配をしてくれました。小児科っていうのは子供を見る専門のお医者さんのいるところです。小さいに児童の児って書いて小児と読みます。小児じゃないんですよ。最初に行ったその病院は小児科がなかったんです。で、小児科のある病院への移動はまた救急車でした。で、そこではちゃんとした処置をしてくれたので、娘の痙攣はそれ以上起きませんでした。その2つ目の病院には本当に感謝しています。で、それから上の息子も同じように、1歳半ぐらいの時に痙攣が起きて救急車で病院に行きました。娘が行ったその小児科がある病院が受け入れてくれて、息子は点滴をしてもらって、その日のうちに帰れました。経験があったんで、救急車の中で、この病院に行きたいって言ったのが良かったんだと思います。で、3人目の子も、実は一度痙攣したんですが、その時には自分で近くの大きい総合病院に電話して、行っていいですかって聞いて、見てもらえることを確認して、すぐに連れて行きました。一人目、二人目の時は横浜だったんですけど、三人目の時は、甲府に行って、
家から歩いて2分ぐらいのところに小児科のある大きい総合病院があったんです。だから救急車より絶対早いし、私も慣れてきていたってのがあります。あと、最初の2人の時は私が家に1人しかいなかったんですが、大人がね、1人しかいなかったんですけど、3人目の時は、夫がいたんで、1人が運転して、もう1人が子供の様子を見ていられたっていうのもあります。痙攣の理由なんですが、痙攣した時、3人とも胃腸炎でした。胃腸炎っていうのは、吐いたり、下痢をしたりしちゃう病気です。そうすると、脱水になるんですよね。体に水が足りない状態になります。そうなると、痙攣が起きやすいタイプだったのかなって思います。3人ともだったんで。で、今は大きくなって、3人とも全然痙攣とか起きていないので大丈夫なんですが、目の前で痙攣が起きるとすごい怖いんですよね。なんで今は全くそういうのはないんで、本当に良かったです。じゃあ、復習ですが、119番は救急車と消防車でしたね。では、110は何だかわかりますか？これ普通は110の後に番号の番をつけて110番と言います。で、110番してとか110番にかけるなどのように使います。これは警察にかける時の番号です。事故や事件の時は110番します。10っていうのは日本にもともとあった数え方で10という意味です。ちょっと数えてみますね。ひ、ふ、み、よ、いつ、む、なな、や、この、と。一つ、二つ、三つなどの数え方はここから来ています。で、10がとなので、110で110番と読みます。で、110番も実はかけたことがあります。東京に住んでた時に泥棒が入ったんです。この時はまだ夫との二人暮らしの時ですね。朝起きたらベランダ側の窓が割れていて、破片が家の中に落ちてたんです。つまり、外から割られたってことです。その時、マンションの2階だったんですが、うちと両隣の3軒入ったそうで、うち以外は夜いない人たちで、その時も留守だったみたいなんです。うちだけ家にいたんですが、その窓が割られた部屋では寝てなくて、別の部屋で寝てたんです。だから私たちが寝ている間に、その泥棒が来たんじゃないかって警察の人が言ってました。出かけている間に泥棒が入ることを空き巣って言います。空って書いて鳥の巣で空き巣です。これは誰でも知っている言葉です。でも自分が家にいる間に泥棒に入られることを居空きっていうということをその時警察の人に教えてもらいました。漢字では、いの部分が住居の居です。これは、いるという意味があります。で、空きの部分は、空き巣の空きと一緒で、空っていう字です。それで、居空きです。私はもう寝ている間に入られたって聞いて、ゾッとしました。泥棒が入った部屋のドアを開けると、私たちが寝ていた布団に当たる感じだったんで、多分その犯人はドアを開けて、私と夫が寝ているのを見て、ドアを閉めて、で、
私たちが寝ていた部屋に来るのをやめたんだと思うんです。もしですよ、その時に私の目が覚めて、目が合っちゃったりなんかしてたら、何をされてたかわかんないですよね。寝ててよかったし、寝ている間に何もされなくてよかったです。でも夜寝ている間に誰かが入ってきてたって考えると、もうかなりしばらくの間怖かったです。で、結局犯人は捕まらないままでした。警察からは、その後何も連絡がなかったです。ただですね、盗まれたものもなかったんです。金目のものは、その入られた部屋にはなかったんです。金目のものっていうのは、お金に換えられるような価値のあるものです。そう、その部屋は実はベッドがある部屋だったんですが、その部屋が暑くて別の部屋で寝てたんですね。で、その部屋はベッドがある部屋なんで、タンスぐらいしかなかったんですよ。タンスってのは服を入れる、ものです。なんで、盗まれたものもなく、私たちには怪我もなく、窓が割れたぐらいで済んで、本当に良かったです。はい。ということで、110番は警察の番号でした。じゃあ、どうして119番とか110番になったのかですが、これは昔の電話の形が関係しているそうです。昔の電話はダイヤルを回すものでした。若い人は実物を見たことがなかったりするんでしょうか？私が何歳ぐらいまでかな。ちょっと覚えてないんですが、黒電話って言って、こうダイヤルで、回す黒い電話だったんです。で、ダイヤルの場合、こう数字の書いてある穴に指を突っ込んで、こうぐるーって回すんですね。で、指を離すとそのダイヤルがジーって言って戻っていくんですよね。で、数字の位置は、1がグってダイヤルを回すのが一番短い距離で、0が一番遠いところにあります。で、最初、消防の119は112だったそうです。でも、かけ間違いの電話が多かったそうなんです。2っていうのはもう1の隣だから、もうすぐかけられるとこだからですね。それで、ダイヤル上遠い距離にある9にして、こう119にしたそうです。で、110、110番が決まったのはもっと後の時代らしくて、でもこれも0は距離が遠いから、110番になったそうです。面白いですね。でね、他にも番号があるんですよ。まず、117。これが何かなんですけど、聞いてみてください。午後2時35分30秒をお知らせします。午後2時35分40秒をお知らせします。はい、時間を言ってましたね。これは時報が聞ける番号です。時報は時間の字に天気予報の報です。昔は時計を合わせるのに使ったりしたそうです。今は電波時計があって、時計が勝手に正しい時間になってくれますよね。でも昔は電波時計がなかったんで、家の時計を合わせるのには、こういうのが、便利だったかもしれないですね。今は時間もスマホで見る人が多そうですよね。では次は177です。これは何でしょうか？ちょっとかけてみるんで、また聞いてください。
NTT 東日本、NTT 西日本の提供する177は2025年3月31日をもちましてサービス終了となります。甲府地方気象台発表の2月17日午後0時30分現在の気象情報をお知らせします。現在、山梨県中西部に強風、乾燥注意報が出ています。午前11時発表の予報です。山梨県中西部、今日は北西の風がやや強く。はい、なんだかわかりましたか？天気予報ですね。気象情報っていう言葉を使っていましたが、天気を教えてくれます。177にかけている電話の位置情報から、その地域を割り出して、その地域の天気を教えてくれるんですね。でも最初にサービス終了となりますと言ってたのは分かりましたか？2025年3月31日に終了すると言っていたので、あと1ヶ月ちょっとでサービス終了ですね。もうね、その後はここにかけても天気予報が聞けないってことなんで、危ないところでした。このポッドキャストのエピソードとして間に合ってよかったです。でもね、サービス終了するのも当然って感じしますよね。実際、皆さん天気は何で見てますか？私はもうスマホですね。スマホの天気アプリで見てるから、多分ここに電話かけて天気を調べる人っていうのも少ないんでしょうね。はい。じゃあ、最後にもう一つ171という番号についてお話しします。これは災害伝言ダイヤルと言います。災害っていうのは地震とか津波とかで受ける被害です。で、被害が大きいものが災害です。で、災害が起きると電話がつながりにくくなります。かけてもつながらないし、被災地、つまり災害が起きた地域では、もう電気とかも止まるしね、スマホの充電とかもできなくなるので、電話が使いにくくなります。そういう時に、この171の災害用伝言ダイヤルにかけて、伝言を残します。伝言っていうのはメッセージのことです。伝える言葉って書きます。で、171にかけて自分の電話番号か、その伝言を伝えたい相手の電話番号を入れて、例えば、無事ですって、子供たちと何々小学校に避難してます。そういう伝言、メッセージを残します。で、その人のことを大丈夫かなって心配している人ですね。家族とか親戚とかが、171にかけて、その人の番号を入れると、その伝言を聞くことができます。これはね、すごく大事なサービスですね。で、ありがたいことに私はまだ使ったことがありません。でも、何もない時に使う練習をしておいた方がいいかなって、思ってます。毎月1日と15日は、体験で練習できる機会になっているみたいです。災害が起きていなければですね。なので、ちょっと今度やってみようと思います。備えることはね、大事ですからね。日本にいる方で使い方を知りたい人は、171使い方で検索してみてください。英語で見たい方は、171、How to use English であればリンクが出ます。日本に住んでいる方は、1日か15日に練習してみるといいですね。はい。じゃあ最後に一つ宣伝です。日本語の発音を良くしたいと思っている方のために、サブスクのコースを作っています。発音、リズム、ピッチアクセント、イントネーションについて学び、
それを実際に自分が話すときに応用していこうというコースです。で、そこでは Pronunciation Challenge といって、皆さんの発音がどうなのか、私がチェックしてフィードバックするイベントも毎月開催しています。自然な日本語を話したいと思っている方は、ぜひチェックしてみてください。私の1対1のレッスンを受けたいと思っている方は、このサブスクコースの1年コース、プレミアムプランですね、を取ってもらえれば、それが可能ですので、ぜひ検討してみてください。はい、では今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。皆さん、良い一日をお過ごしください。また次のエピソードでお会いしましょう。